MS-06 ザクはテレビアニメ機動戦士ガンダムに登場するジオン公国軍が開発した量産型モビルスーツです。総生産数は一年戦争を通して派生機を含めて3000機以上とされており、特に一年戦争初期のジオン軍の快進撃に寄与することになりました。宇宙から地上まで様々な局面で活躍できるよう数多くのバリエーション機が開発されており、一年戦争終結後もその秀逸な完成度から後年のモビルスーツ開発に大きく影響を及ぼした機体です。今回はそんなザクとそのバリエーション機の中でも一年戦争が繰り広げられた宇宙世紀0079を舞台に活躍した機体を中心に解説させていただきます。宇宙世紀、地球連邦政府の増長に不満をうっせきするスペースノイドたちの中で、レニンソドザビとその子供たちザビ家はコロニー軍サイド3をジオン公国として成立させました。そしてザビ家はジオン公国を地球連邦の支配から独立させるべく戦いを挑んでいくことになります。しかしジオン公国と地球連邦の間には圧倒的な国力の差があったので、デニンの長子ギレンザビは地球連邦に打ち勝つため電波を阻害するミノフスキー粒子の研究と人型兵器モビルスーツの開発を推し進めました。これによりジオニック社の MS-01 クラブマンを採用してからは MS-02、MS-03 といった機体による実戦向けの様々な検証実験が行われることになりました。これらの機体は書籍ガンダムセンチュリー以降設定のみ存在する機体でしたが、オリジン版ではモビルワーカーとして登場し、モビルスーツ開発に貢献する様子が描かれました。そしてMS-04 プロトタイプザクや MS-04A 初期生産型ザク1などが開発された後、ジオニック社はザク1の試作機を完成させました。この機体はツィマット社のズダとコンペにかけられることになります。ズダは性能面でザクを圧倒しましたが、試験中に事故が発生したため安定した性能を発揮したザクがジオン軍のモビルスーツとして採用されました。こうして採用されたザクは実戦用モビルスーツとして調整が進められ、 MS-05B ザク1、通称旧ザクとして量産されることに決まりました。しかしザク1は機体各部の動力パイプを全て装甲内に収納しているので、流体パルスシステムを稼働させるのに非効率とされており、ジェネレーター出力の低い機体だったので、さらに改良が施されていくことになります。こうして完成したのが MS-06 ザク2となります。なおザク2が完成し第一線に投入されていったことから、性能の低いザク1は補給作業などに回されています。ザク2は機動戦士ガンダムのテレビ放映当初、量産機とシャア専用機の区別しかなかった機体です。テレビ作中では第1話でサイド7内のガンダムを発見するもガンダムにやられてしまいました。またシャア専用ザク2はガンダムを圧倒していましたが、ザクをはるかに上回る性能を持つガンダムを撃墜することはできませんでした。その後ザク2は基本的にやられ役として登場し、次々と撃墜されていくことになりました。そんなザク2は放映終了後に様々な設定が追加され、派生機体が増えていきました。まず MS-06A ザク 2A 型です。これは先行量産型のザク2ともされる機体で、モビルスーツが持つべき汎用性を検証するべく開発されました。ザク1同様に両肩がスパイクのない球状のアーマーとなっています。ザク 2A 型は一度は量産が決定するも、連邦軍がモビルスーツを開発した場合に備えてキシリアザビが量産を中断した機体なので、少数の生産にとどまっています。こうしてザク 2A 型を再設計した機体が MS-06C ザク 2C 型です。この機体は核バズーカの運用を可能にした機体です。見た目は普通のザク2ですが、装甲材に放射線対策が施された結果、重量が増加しているので機動性が低くなっています。しかし完成度が高く、これを改良した訓練仕様も開発されました。それが MS-06T 訓練用ザクとザクトレーナータイプとなります。訓練用ザクは一年戦争初期の練習用モビルスーツとして新人パイロットの育成に用いられた機体であり、頭部が2つある機体も存在したと言われる機体です。ザクトレーナータイプは胸部にモノアイが搭載され、各部に発光バンパーが取り付けられています。これにより陰徳訓練時に障害物に身を隠すことが正確にできているかどうか判別可能になっています。
一年戦争開戦時の主力機となったザク 2C 型ですが、南極条約によって核兵器の使用禁止が決定されたことから核弾頭が使用できなくなったので、対核装備を撤廃して機動力を向上させる改良が施されました。こうして完成したのが MS-06F ザク 2F 型となります。ザク 2F 型は宇宙用汎用タイプとして一年戦争の序盤から終戦まで運用されており、ザク2のバリエーション機といえば F 型からの派生が多くなっています。パーソナルカスタム機も多く、ドズルザビ専用機、ジョニー・ライデン専用機、新松永専用機、アナベル・ガトー専用機などがあります。ザク 2F 型の派生機としては、まずザク 2S 型、通称指揮官用ザク2があります。シャア専用機、黒い3連星専用機、ジョニー・ライデン専用機などが存在します。指揮官やエース用に性能を向上した機体で、見た目は F 型と変わりませんが、推力を 30% 強化するなど高性能化が図られています。ただし操作性が低下しているので、性能を引き出せるパイロットは限られています。なお似た名称ですが、ザク 2FS 型と呼ばれる機体も存在します。こちらは S 型と同じく F 型を強化した機体ですが、主に白兵戦向けの火力を強化するなどのマイナーチェンジにとどまっています。ガルマザビ専用機や新松永専用機などがありますが、実戦参加記録はほとんどありません。機動性を S 型以上に強化した機体、高機動型ザク R タイプも存在します。推進剤の消耗が激しい代わりに推力を大幅に向上させており、プロトタイプとなる姿勢高機動型ザク 2RP 型の開発の後、量産仕様の高機動型ザク 2R1 型が開発され、推進剤の消耗という問題を解決するべく、燃料タンクをカートリッジ式に改良した高機動型ザク 2R1A 型になりました。R1A 型はエースパイロットたちに好まれていたようで、黒い3連星専用機、新松永専用機、アナベルガトー専用機、ユーナライトニング専用機、ヴィンセント・グライスナー専用機など多数のパーソナルカスタム機が存在しており、映画ククルス・ドアンの島ではシャア専用機も描かれています。さらには姿勢高機動型ザク 2R2P 型も開発されました。ゲルググ用新型ジェネレータを搭載しており、理論上はビーム兵器が使用可能です。また R2P 型をベースにしつつも、さらに推力を強化した高機動型ザク 2R2 型も開発されました。ジョニー・ライデン専用機といえばこの機体を指しており、ザク 2F 型とは別物と呼べる性能に仕上がったことから、ザクの皮をかぶったゲルググとも言われています。なお、機動戦士ガンダムサンダーボルトに登場するサイコザクは R1 型が R2P 型がベースのようにも見えますが、明確にはされていません。次にザク強行偵察型です。情報収集に特化しているので、頭部物合いが大型になっているほか、両肩や股間部にカメラが追加されています。なお、本機を改良したザクフリッパーも存在します。こちらはさらに索敵能力や機動力が向上した機体です。ザク強行偵察型は戦後の連邦軍でも評価が高かったので、後のグリプス戦役時代にはティファーンズが使用する様子も見られます。次にザクマインレイヤーです。連邦軍の航路を制限するために機雷を敷設するという任務を遂行するために、ランドセルの推進剤を大容量にした機体です。一年戦争の後期には小惑星ペズンで開発されたアクトザクも存在します。駆動部にマグネットコーティングが施されたので、運動性が格段に向上しています。本来ザクの駆動方式は流体パルスシステムですが、ガンダムと同じフィールドモーター駆動が採用されていると目される機体です。またニュータイプの戦果を見込んでサイコミュシステム検証用モビルスーツとして試作されたサイコミュ試験用ザクも存在します。通称ビショップと呼ばれる機体で、両腕を射出してのオールレンジ攻撃が可能です。次にザク 2F2 型です。地球での運用データをフィードバックして作られた機体で、地上宇宙の双方で高い性能を発揮できます。一年戦争中は日の目を見ませんでしたが、後にデラーズフリートでは本機のパーツを流用してドラッツェが生産されています。またこの機体をもとにザク 2F 型の最終生産型と呼ばれるザク 2 が開発されたほか、一年戦争終結後はジオン残党軍がザク 2F2 型を独自に改修したザク2シュトゥッツァーなども存在します。
その他にはソーラレイの改造作業に投入されたザク2マニピュレーションシステム装備型や一般作業型ザク、宇宙空間の航続距離延長を検証するためのザク2試作プロペラントユニット仕様といった機体も存在します。なおザク 2F 型は重力下で運用できるようにザク 2J 型へ改修されていくのですが、なぜか水中仕様の水中用ザクは J 型ではなく F 型からの仕様変更機体とされています。地球侵攻作戦の先兵となったザク2の陸戦仕様ザク 2J 型は重力下に適用できるよう改修された機体です。見た目は F 型と大差ありませんが、足裏のバーニアが撤去されるなど宇宙用装備や推進剤の削減を行っているので、本体重量が約8トン減ったとも言われます。そんなザク 2J 型は地球上の過酷な環境に適応できるよう様々な極地型が開発されました。まず寒冷地向けに対応するべく駆動部への防寒処理などを施したザク 2J 型寒冷地仕様、砂漠に対応するべくシーリング処理などを施したザクデザートタイプなどが存在します。さらに極地のみならず高温多湿な重力下での長期戦闘向けにコックピット周りを改修したザク 2JC 型もあります。 OVA 機動戦士ガンダム第 08MS 小隊ではノリス・パッカードが登場するほか、ゲリラと戦闘を行う様子が描かれています。機動力の強化を図った機体も存在します。陸戦高機動型ザクは脚部にバーニアを備えるなど総合性能を引き上げた機体として開発されました。こちらは PS3 用ゲームサイドストーリーズに登場するヴィンセント・グライスナー機やバトルオペレーションゴードフェアリーに登場するアルマ・シュティルナー機などが存在します。映画機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島に登場する高機動型ザク地上用はドムの前の世代に当たるようなザクをコンセプトとしたスケーターの動きを連想させるホバー移動可能な機体とされています。ただこちらは地上用の J 型を改修したのではなく、宇宙で運用される高機動型ザク2を改修した機体というややこしい系譜になっています。なお映画内ではそんなホバーによる高速戦闘とサザンクロス隊の一糸乱れぬ連携で連邦軍を圧倒する凄まじい戦いぶりが描かれているので必見です。対空仕様を強化した機体としてはザクキャノンが開発されました。中距離支援が可能な 180mm キャノン砲を搭載しています。またキャノンパックをオプション化してザク 2J 型に搭載したザクハーフキャノンも存在します。ザクキャノンは一部のジオン軍人に愛されていたようで、機動戦士ガンダムユニコーンでは改修を繰り返した近代化改修仕様のザクキャノンが登場しています。他にもザク2とマゼラベースを組み合わせたザクタンクも存在します。電気製造機なので戦闘力が低く、主に作業用モビルスーツとして使用されています。またサンダーボルトでは一年戦争後の世界ですがサイコザクマーク2が登場しました。こちらは陸戦型ザク2をベースに改修した機体でリユースサイコデバイスにより圧倒的な機動力を誇りますが、さすがに中身がザク2ということで限界があるようです。とはいえヒートホーク2本だけでペガサス強襲揚陸艦スパルタンを撃沈していることからザクの基礎性能の高さを見せつけたと言えるのではないでしょうか。なおククルス・ドアンの島に登場するドアン専用ザクはもともとはただのザク2ですが、原作アニメでは作が崩壊して不思議な形状をしている上に岩投げや聖剣好きといった独特な技を繰り出しており、さらに SD ガンダム G ジェネレーションアドバンスではドモンカッシュとの交流の末にハイパーモードを習得し金色の輝きを放つザク2になるという演出を見せつけるなどインパクトの塊になっています。そんなドアンザクは映画化に伴って MS-06F ドアン専用ザクとしてリファインされました。パイロットのククルス・ドアンはもともとサザンクロス隊の隊長でしたが、ある事情からジオンを脱走しドアン専用ザクに倒した敵の機体の部品を組み込んだ結果独特な見た目になったという作画崩壊が見事にデザインに落とし込まれた形状となっています。監督の安彦義和氏はテレビ放送当時のドアンの物語の制作に関わっていなかったことからこの作画崩壊を見るに耐えないと思っていたものの、リファインを担当された加藤木はじめ氏などの熱意によってこのデザインが生まれたとか。ちなみに MS-06F は宇宙仕様のザクなので地上戦では不利なはずですが、陸戦用の J 型ではなく中域仕様の F 型ならではの足裏のバーニアを生かした動きを繰り出すなど映画内では凄まじい戦いぶりが描かれています。なお
最新作のジークアクスでは、ザク2が MS06 ザクになり、旧ザクは0ザクという名前で生まれ変わりました。まだ、旧ザクとザクという名称しかなかったテレビ版機動戦士ガンダム放送当時が意識されているのかもしれません。一年戦争以降も、ザクは星の数ほど開発されており、今ではその機体数は無数にあるので、本動画では一年戦争の中でも代表的なもののみに絞りましたが、皆様はどのザクがお好きですか？ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。